白和えは前回のきんぴらごぼうと同じく日本に古くからあるお惣菜の一つです。精進料理や懐石料理に少しずつ盛られたおかずの中によく見かけます。腹八分目、お箸で少しずつじっくり味わう料理ですが、植物性タンパク質で体に優しく健康を保ってくれます。材料を手に入れるのは大変かもしれませんが、ぜひ作って小鉢に入れ、日本的な気分を味わってみてください。はい、今日は白和えを作っていきますので、まずだしを取ります。じゃこだしですね。40g を使います。豆腐を水気を切っておきますので、ざるに出してキッチンペーパーを上に置いて少し重しをしておきます。何個重ねとけばよいしょ。はい、ごまをすります。これはいったごまですね。白ごまです。いい香りがしてきます。ごまはとても栄養価の高い食材です。カルシウム、マグネシウム、鉄、リン、亜鉛などのミネラルが多く含まれ、骨粗しょう症の予防や貧血の改善に効果があると言われています。タンパク質、食物繊維、ナイアシン、ビタミン A、ビタミン B 類、ビタミン E や葉酸も豊富に含まれています。そしてサプリメントで知られているのがセサミンですね。抗酸化物質で肝機能を強化し、細胞の老化やがん化を抑制する作用があります。その他オレイン酸やリノール酸などコレステロールの血管への沈着を抑制し、動脈硬化の予防に役立ちます。ただしごまアレルギーを持つお子さんも中にはいるので、アトピーとか疾患を持つお子さんにはアレルギーがないか検査をして気をつけてあげてください。はい、水気を切った豆腐を網で裏ごしします。ヘラで潰していきます。半丁でよかったんだ。まあいいでしょう。半分を味噌汁に入れます。はい、日本人は白がとても好きです。例えば外国の方から日本で走っている車を見ると白いのが多いがどうしてなのかと聞かれたことがあります。料理も同じく大抵の国では日本以外のアジアも含めてカラフルに彩られた料理を作りますが、日本には白っぽい料理が比較的多いような気がします。それは主食に使われるお米や食材として使われる豆腐が白いことからではないかと思います。その白を生かしてこの白和えという料理もできたのではないでしょうか。白い豆腐に白い味噌、白いごまを合わせてなるべく色をつけないようにと。日本人は白に対する神聖な感覚があるのでしょうか。または良くも悪くも和を大事にし、一人突出して目立つことを嫌う面もあるのかもしれませんね。どちらかというと私はそういう日本が窮屈で仕方なかったのですが、私はこの白和えってあんまり子供の頃好きじゃなかったですね。子供ってやっぱりあんまり健康に良さそうな豆腐とか、お味噌汁の豆腐は好きでしたけど、こういう潰した豆腐はあんまり好きじゃなかったですね。和風の味があんまり好きじゃなかったんでしょうね。ハンバーグとかね、西洋料理が美味しかった。子供には良かったんでしょうね。大人の味です。大人になってこの味が分かりました。子供の頃あまり好きではなかった白和え。でも今はこの良さも分かってきました。
はい、全部裏ごしできました。お砂糖 20g、 もう目分量で入れます。こんなもんかな。白あえだから白い砂糖使えばよかったですね。まあいいや。ごま、吸ったごまですね。アメリカの丸米味噌、白味噌買ってきました。これを 100g 入れます。ここですり混ぜた方がいいですね。白味噌ってなってますけど、ちょっと赤いですね。なんかね、日本の白味噌はもうちょっと白いです。はい、いいでしょう。はい、こんにゃく茹でます。はい、人参も細かい乱切りにします。まず半分に切りましょう。でこれを小さく。はい、これも茹でます。茹でたこんにゃくは出してちょっと冷ましておきますね。そして水で戻したきくらげを一切りにします。言っても小さいきくらげなので細かくなっちゃいますね。こんにゃくも切ります。細く切っていきますね。鍋に弱火で火をつけて、人参、こんにゃく、きくらげで、だし汁大さじ2杯ぐらいだ。こんなもんかな。そして砂糖も大さじ2杯。大体こんなもんでしょう。はい、そうしましたら、冷めたら豆腐とごまをあえたものを混ぜてあえていきます。はい、これで白あえを小鉢に盛ります。はい、白あえの完成です。日本料理らしく少しずつ盛ってみました。左上から出汁を取るのに使ったじゃこで佃煮風に、真ん中がこの白あえ、右上が前回の動画のきんぴらごぼう、そして下はご飯におかずのゴーヤチャンプル。今日間違って多く使おうとした豆腐半丁に庭で採れたゴーヤと卵を混ぜ合わせて作ったものです。美味しいものを少しずつ、日本料理の楽しみ方ですね。ではまた。Nos vemos. Chao, chao.